It's not certain what causes Alzheimer's, but plaques that are disturbing the neurons and their signal pathways are the prime suspects. The only way we're able to eliminate these plaques is through more funding for research discoveries. Help us reach the donation goal of $100,000, and together we can beat Alzheimer's and say game over. Hello ESA, I'm Ragged Dan. I'm going to be showing you a super jump you can do on one level in Jazzpunk, which has been at ESA before, but this jump's been expanded on and improved a lot since then, so I'll show you the new version. In this level our objective is to follow a cowboy and steal his very, very valuable artificial kidney, and you've got to go through some of this alley walking section, but you'll notice this prop in the corner, spider cleverly disguised as a bin, that climbs up away the wall. If the player decides to take a ride on this spider bin, we can actually sort of abseil over the building. はい、お待たせしました。それでは、ここからの司会を担当させていただきます、ところてんです。よろしくお願いします。それでは次のタイトルが、Death's Door の 2% カレントパッチになります。こちらのタイトルも、引き続き、ほこたてさんに解説をお願いしております。というわけでよろしくお願いします。はい、デスズドアの解説も担当させていただきます。ほこたてと申します。続けてよろしくお願いいたします。はい。では、まずはゲームの概要からお願いしてよろしいでしょうか。わかりました。デスズドアは、2021年7月に発売された、クォータービューのアクションゲームになっております。こちらは PC、PS、Switch、Xbox と各プラットフォームで購入することができます。内容としましては、主人公である、カラス、1羽のカラスの方を操作しまして、謎解きをしたり、戦闘を行ったりして、各ダンジョンの方を攻略していくものとなっております。そして、よくインターネットとかで言われているのは、その 2D ゼルダに、ダークソウルライクさを加えたような作品っていうのを言われてまして、大体僕もそんな感じの印象を受けてます。そうですね。開発はナーブかなナーブで、ここは、2015年に、タイタンソウルズっていうゲームを制作してまして、海外ウィキの方によりますと、本作はそのタイタンソウルズの続きもののゲームに当たるとされています。そうですね。といっても、本質筋にバリバリ関わってるっていうよりは、ある意味では関わってるとは言えるんですけど、その、世界観が共有されているっていうレベルの話で、タイタンソウルスの方をやってなくても、デスドアのストーリーの方はお楽しみいただけます。両方ともプレイした方であれば、確かにこの2作品つながりあるなっていうのを感じられたのではないかなと思います。じゃあ、カテゴリーですね。カテゴリーについてなんですけど、2% カレットパッチっていうことで、失礼しました。このゲーム、配信されてるゲームなんですけど、その配信のバージョンでカテゴリー分けされてまして、カレントパッチというのは、その今の最新パッチの方で走るカテゴリーとなります。このゲーム、その直近ですと、AGDQ2022 の方でも走られているんですけど、その時からパッチノートが更新されてないので、おそらく AGDQ2022 年の2022と、同じバージョンで走られると思います。一応、バージョン以外で、そのグリッチの制限なしかノーメジャーグリッチかっていうカテゴリー分けもされてるんですけど、今回の欄は、おそらくグリッチの制限なしの方でプレイされるかなと思います。いろいろ悪いことやりまして、その正規とは全然違ったルートで進めていくので、やったことあるって方は特に、見応えのあるスピードランになるのかなと思います。奏者さんについてなんですけど、FoxyJira さんですね。この方はアメリカの方で、記録は55分19秒で、スピードラン .com 上では世界2位の記録を持っています。あとは、何についてビット王ですね。そうですね。はい。このゲーム、ビット王が設定されてまして、Beating the last two bosses using only an umbrella
って書かれていて、まあ、こちら達成しております。こちらなんですけど、おそらく、ラスボスですね。まあ、扉の王っていうボスがいるんですけど、それの道中分と、まあ、終点で行う第2段階分の両方を、その最弱武器である忘れられた傘っていうのを使用して倒す縛りプレイをやるということだと思います。もしかしたらトゥーボッシーズっていうのが扉の2段階分じゃなくて、その灰色カラスっていうのを指しているのかもしれないですけど、まあそこはちょっと見てみないとわからないです。こちら、目標1000ドル、1000ドルの目標が、寄付が達成されていますね。はい、すごいですね。はい。一応忘れられた傘の説明もしようと思うんですけど、はい。まあ、この傘最弱武器って言ったんですけど、まあ、どう違うかっていうと、まあ、初期武器のリーパーの剣っていうものと比較して、まあ、攻撃倍率が、0.5 倍で、まあ、あとは、通常攻撃したときに武器を振った方向にそのカラスがいくつか前進するんですけど、その前進する距離が短いっていう違いがあります。攻撃力が低い分、たくさん攻撃しないといけないので、まあ、その分、まあ、大変かなと思います。まあ、初期体力も4しかないので、まあ、ダメージを受けないように頑張っていく感じになりますね。そうですね、コメントにもあるんですけど、その近接攻撃を傘で縛って、ゲームをクリアするっていう実績もありますね。まあ、通常にその実績を取得する部分には、近接武器が傘縛りなだけで、その魔法とかは使えるので、まあ、それをうまく使っていけばできると思うんですけど、まあ、このラインにおいては多分魔法は使わないと思うので、その傘縛りの部分では魔法使わないと思うので、まあ、そこは頑張ってくださいって感じですね。画面も表示されましたね。I'm FoxyJira. This is going to be a speedrun of Death's Door, 結構ダークな雰囲気のan action RPG 世界観のゲームとなってます。まあ、この今映ってるところが仕事場みたいなところで、ストーリーとしましては、主人公のカラスっていうのが、その生き物の魂を回収する死神の代行を行って、死神の仕事の代行を行っているそのリーパーっていう仕事をやっているっていう設定になります。で、このデスゾーンの話っていうのはそのリーパーの仕事である魂の回収をその依頼されたところから始まっていきます。スタートをしたら、タイマースタートですかね。グッドラック。グッドラックです。はい。バスによる、通勤から始まります。で、移動の基本なんですけど、その前転で移動するのが今は早いので、基本的には前転移動で進んでいきます。で、上司のカラスに、仕事を頼まれて、このドアの向こうにあるところにある、ソウルを取ってこいって言われます。で、移動するんですけど、そのまま、歩いていくと時間がかかるので、ここでセーブ&リセットを行います。セーブ&リセットすると、そのドアのところから始まるので、これでちょっと短縮できます。で、最初のステージ、精霊たちの子たちなんですけど、もうボスですね。今さっき、この、リーパー初期装備で弓矢っていう魔法を持ってるんですけど、その弓矢が壁を貫通するので、その貫通した弓矢で、スイッチを押して、門を開いて、もういきなりボスっていう感じですね。ボスの悪魔化した森のせいなんですけど、もう終わっちゃいましたね。スターに当たらないように気をつけるぐらいしかないので、結構弱いボスですね。で、ソウルを回収しようとしたんですけど、なんかでっかいカラス、あれが灰色カラスって言うんですけど、に、ソウルを奪われてしまいました。
なのです。ソウルを回収しないと仕事が終わらないので、取り戻しに向かいます。で、失われた墓地ですね。さっきのがチュートリアル的なステージで、ここが、ステージ1みたいな感じの場所になっていきます。で、この辺は道なりに進んでいきまして、で、赤い鍵穴みたいなところですね。あれに触れると、そのドアが出現します。これがさっき、そのリーパーの仕事場につながるワープゲートになります。なので、今後のために開いておきます。Alrighty. So a lot of what the base game of this has is like kind of these gates where you can see there's a little locks on them and we have to kill enough enemies to progress past them. で、この辺はその敵を倒すことでその門が開く仕組みなので、道中の敵全部勝っていきます。And damage is a false thing. I have bad aim. Okay. It happens. It's fine. Alright. We're gonna pick up this key. で、敵を倒して赤い鍵を回収します。で、赤い鍵を回収したらセーブ&リセットして、さっき開いた、ドアのところに戻ります。で、今、なんでセーブリセットしたかって言いますと、今、赤い鍵を取るために倒した敵の中にコウモリがあるんですけど、それを誘導、これ今やろうとしているショートカットのために、誘導する必要がある。ショートカットを使うのに、袋を使いたかったので、復活させるために、セーブ&リセットしたっていう感じですね。で、門の上を通りまして、で、扉の守護者線ですね。腕を振り回すっていうか、腕を伸ばして攻撃してくるんですけど、足元が結構お留守なので、基本的に足元の方に陣取って、攻撃していくような流れとなります。もう撃破しましたね。早い。Yeah, so that's the Guardian of the Door. It's a pretty quick fight. Yeah, it's fairly not too much going on. So we're just going past this next little part. Not much to say here. We can get into Dono, I think. At least we have it. If we do have some. ここから、橋が上がったので、道なりに進んでいきます。Best of luck with your run, Foxy. Amazing game with an amazing runner. ちょっと時間が空いているので、左上のステータスの説明をしようと思います。左上の今弓が出てるところが魔法となって、今は弓矢しかないので、それが選択されているっていう感じです。その右側の、今黄色になってるところですね。あれが体力になります。今は4。最大は4しかなくて、今は2というところです。その下が、魔力になりまして、今1回弓矢を打ったときに、魔力が1減ったと思うんですけど、その魔法を使うたびに使用する、MP みたいなことになります。魔法によって、1消費したり2消費したりするものになります。これは、箱とか敵を攻撃することで回復はしていきます。で、今、ちょっとうまくいってないので時間かかってるんですけど、今、悪いことをしてまして、今、画面外にある食台の方に、火を灯して、このはしごを起動させました。本来は、炎の魔法っていうのを覚えて、食台に火をつけるんですけど、弓矢に火を乗せることができて、それを使って、火のついてる食台から弓を撃っていって、遠くにある食台に火をつけるっていうような感じです。それで、本当は今は行けないはずなんですけど、行けないエリアに行ったって感じですね。で、今、川を飛び越えたんですけど、あれがエアローリングキャンセルっていうグリッチで、そのため攻撃っていうのができるんですけど、ため攻撃で前に空中に出て、その後、そのジャンプ後の振り下ろし攻撃っていうのを行うことによって、そのため攻撃の前進分と振り下ろし攻撃の前進分
を利用して、本来ではいけないところに進むことができるグリッチとなってます。ちょっと説明が追いついてないんですけど、やられちゃったかな。やり直しですね。ここで、緑の鎧の敵と戦います。結構強敵なんですけど、小さい足場の方に移ることで、鎧の敵を誘導することによって、ステージから落とすことができます。今なんで鎧の敵と戦ったかって言いますと、こいつはもともとそのフックショットっていう魔法を強化するための万人的なキャラなんですけど、フックショットを持ってない状態でこいつを倒すと、なんかフックショットを持ってないのに強化版を持っているみたいな状態になります。今、左上の魔法の欄を見ると、その下側の何も持ってないところが選択されていると思うんですけど、ここに本来フックショットが入ることになってまして、なんで、フックショット持ってないけど装備してるよみたいな状態に今、リパクなってるわけですね。この状態で、別の魔法を選択すると、再度フックショットを選択することはできないので、フックショットが正式に手に入るまで、この状態を維持して、この仮のフックショットを利用して、いろいろ悪いことをしたりとか、ショートカットとかっていうのをしていくことになります。ルートを破壊する、第一歩って言ったらいいんですかね。で、話してるうちにちょっとエリア移動しまして、壺の魔女の屋敷にやってきました。さっきの失われた墓地の方をステージとするなら、ここはステージ2に当たるぐらいのところになります。ここには、そのボスを攻略しに来たっていうわけではなくて、そのあるアイテムを入手するために、来たって感じになります。ボスを戦いに行くのはもうちょっと後になります。で、今赤い丸、玉みたいなのを拾ったと思うんですけど、あれはソウルって言って、このカラスの能力を強化するのに、使用する、経験値みたいなものになります。今後ちょっと強化していく必要があるので、道中の取れるところを集めていく感じですね。で、ここは、ため攻撃をうまく使って、プランターの上に乗りまして、そこからローニングすることで、草の上に乗ることができます。有識者の方がコメント欄にいらっしゃいますね。結構比較的新しいグリッチらしいです。これを使って、本来は、なんか、紫色の玉を飛ばしてどうのこうのするような、いろいろ仕掛けをクリアしてレバーを下ろしに行くんですけど、全部無視してレバーを下ろすことができます。because it's just so kind of catchy, and he'll go, not that way, but that's if you play Dark Souls 3. So we're skipping him just by doing that little roundabout. It saves about 30 to 40 seconds because we're going to go this way anyway for Soul Orbs. So, as we kind of roll through, it's, easy peasy. ちょっとまだ先に進みたいんですけど、さっき下ろしたレバーともう一個レバーを下ろさないとちょっと先に進めないので、もう一つのレバーの方を下ろしに行きます。いろいろ、その食台に火を灯しながら進んでいくのが正規なんですけど、今、イマジナリーフックショットを持っているので、それを利用して、ちょっとショートカットをしながら、レバーの元まで行きます。で今、小さい種を拾ったんですけど、あれはマップの各地に置いてあるプランターに、今の種を植えますと、全回復できる、回復ポイントみたいなものになります。
high hit points. So Betty actually has the smallest amount of hit points, then the King of the Swamp, and then Grandma, who's going to be the boss we fight in this area and will be the third that we hit. ここなんですけど、 The main reason we're doing this right now is there's a really important item that Foxy's going to need to ここは今、一番後ろから遅れてやってきてるその弓兵を使って、まあ、ショートカットをしようとしてます。Yeah. So we're about to pick up the what they're called. Just basically the daggers. まあ、弓兵を指定の位置に置い合って、弓を撃ってもらうことで、その弓引いた矢の上に乗って、ショートカットしました。で、今、ローグタガーっていうものを入手しました。これがまあスピードランにおいてちょっと重要武器で移動用に使用するアイテムとなります。で、屋敷に入って、まあ、ワープゲートを開いて、仕事場に戻ってきます。仕事場に戻ると、まあ、今さっきの大きなカラスに、声かけられるんですけど、まあ、あの人が、カラスのステータスを強化してくれるカラスになりまして、まあ、今、ソウルを消費して、強さの値を2上げました。これがまあ近接武器のダメージとリーチの方を上げるものになってます。で、今、ダガーを開いては、そのメニューを開いてどうのこうのってやってるんですけど、これがズーミーっていうグリッチで、そのダガーのため攻撃を出したタイミングで、メニューを開いて、ダガーを装備し直してメニューを閉じると、まあ、そのカラスが自動的に前に移動していくっていうグリッチになります。ダガーのため攻撃時に出るスピードを維持して移動ができるので、まあ、通常よりも速い移動ができるので、まあ、基本的には、まあ、好きあらば使っていくような感じになります。で、もう宝箱のところまで切ってるんですけど、まあ、今やろうとしてるのが正規のフックショットを取りに行こうとしてるんですけど、まあ、本来はその別のダンジョンからいろいろイベントをこなして、別のところからこのフックショットのある宝箱に移動してきて、まあ、生き死にと使ったその伝統を使って仕事場に戻っていくっていう流れなんですけど、まあ、逆走してこの宝箱まで来てるっていう感じですね。で、まあ、フックショット取りたいんですけど、その前に一回わざとやられて、その後もう一回挑戦しますかのところでノーを選択します。するとなんかよくわからないダンジョンの方にワープします。まあ本来は今いるそのダンジョンの謎解きをして、今さっき出てきた扉に入って、まあ、副所の宝箱のところに移動するっていう感じなんですけど、まあ、フックショットの宝箱をやられたら、まあ、扉が閉まってもその扉のところに移動してくるっていう、まあ、仕様になってます。で、ここでソウルをいくつか回収しまして、ここのワープゲートを起動させます。ちょっとこのワープゲートを起動させたかったので、さっき、フックショットの宝箱のところで一回わざと死んだっていう形ですね。で、仕事場に戻ってきまして、伝統を逆走、フックショットを使って逆走しまして、今度こそフックショットの方を取りに行きます。Like doing that. Yeah, back to the Avarice fight. I guess as I do this, if we have any time for messages or donations, feel free to rattle them off. Oh, we are absolutely flowing in here. We're getting fantastic donations coming in. Let's get a couple of those. 宝箱に食われまして、中で、まあ、団体戦が行われます。宝箱内の戦闘は4つだったかな、4つのフェーズで、まあ、出てくる敵を、まあ、それぞれ全滅させたらクリアなんですけど、この副所って魔法なんですけど、本来のルートであれば、その一番最後に取得する魔法になりますので、この宝箱に
から出てくる敵も、まあ、かなり強いものとなってます。魔法を打ってくる敵だったり、今飛んでるんですけど、ブーメランを打ってくる敵だったりですね。で、今、フックショットを多用してると思うんですけど、あれは、フックショットの強化版の効果で、フックショットを使用して、その対象に近づいた際に、そのまま攻撃すると、まあ、強攻撃になりまして、これが普通に攻撃するよりも火力が出るので、基本的にこのフックショットを使って、まあ、攻撃しているっていうような感じとなってます。あ、危ない。大丈夫かな。まあ、最終フェーズに入って、まあ、今、殴ってる鎧を倒せば終わりなんですけど、いけるかな。あ、いけましたね。これでフックショットを、正式に入手しまして、まあ、イマジナリーじゃなくなりました。フックショットの強化された状態は残ったまんまなので、これでまあ先ほどと同じものを、まあ、他の魔法とも切り替えつつ使用することがこれでできるようになりました。で、ここから、難しいショートカットの方を、まあ、行っていきます。ちょっとまあデスルーラで戻りまして、大技の方を行っていきます。So you've died 3 times. I'm died 3 times? Yes. Okay, perfect. And those were all intentional deaths, right? Yes. So, その前に強化をするかな。あ、そうですね。先に、大きな数跳ねかけて、器用さを1上げました。これが攻撃時のチャージが、ため攻撃のチャージが速くなるっていうのと、あと攻撃と次の攻撃との間隔が短くなるっていう効果があるみたいです。で、ここで作越えをするんですけど、ここでマウスの方に切り替えます。マウスに切り替えて、セットアップの方を行っていって、うまくその階段の縁の部分に乗って作越えをしようとしてます。Yeah, absolutely. So this is one of the hardest skips in this game, and it's because it basically with a series of the positioning needing to be exactly right as far as the distance from the gate, along with the directions that he is pointing. かなり難しい技と聞いてますので、皆さん成功するようにお祈りの方をよろしくお願いします。これマウス操作にしてるのは、まあおそらく、まあ、セットアップがマウスの方がやりやすいからじゃないかと思っているんですけど、まあ、そのマウス操作にすると、今、画面右側に出てる、そのマークみたいなのが出現するんですけど、まあ、これが近接向きを、攻撃をまあ振る向きに対応しています。なので、白いカーソルが出てる向きに、攻撃を繰り出す感じですね。なので、まあ、そのマウスのカーソルをそのマップの、まあ、特定のオブジェクトに、まあ、うまく合わせることで、まあ、うまくその向きを固定させて成功率を高めてるんじゃないかなと。あ、乗りましたね。いけるかな。あ、いけましたね。すごい。めっちゃすごいですね。で、まあ、成功できてめちゃくちゃ嬉しいんですけど、もう一回やります。もう一回さっきと同じことをここでやります。相当難しいっていう技を2回もやらないといけないのって相当大変だと思うんですけど、いけるかな。Really, at the end of the day, it's not too bad.
although I'm not doing very well at it. Haha. Great day for gaming, am I right? No worries. Can we get some cheers for Foxy for this trick, please? Like. なんか本とか落ちてる紙にうまくマウスカーソル合わせてセットアップしてますけど、難しいんだな。あ、乗りましたね。いけるかな？落ちなきゃいけるかな。Stick our face in this one because I don't know, the rail likes it maybe, I don't know. No, this isn't good. Okay, actually I can fix this because cool thing about this game, if you're aiming with a heavy attack, you can just switch to mouse and just re-aim it. So, bam. Okay. ああ、いけました。おお、すごい。I didn't take damage there either. It really is just a feel of like one day you're like, yeah, I'll get rail skip first time, no big deal. Like, you know, save me like 2 minutes, and then all of a sudden you're just. 2回の大技をくぐり抜けまして、また魔法取得の宝箱の方に突入します。これは炎の魔法を取得する宝箱になります。こちらは本来であれば、最初から持ってる弓矢を除くと一番最初に取得する魔法になりますので、なので宝箱内に出てくる敵も、さっきのフックショットの時と比べたら、もう全然弱めで、比較的サクサクかなと思います。Just help but be in bot mode 24/7 when I'm playing this game, so it's absolutely amazing. Like David Fenn absolutely murdered it with like the soundtrack itself, like humming along, whistling along. I'm gonna try not to whistle into the mic because I just have a terrible habit of doing that like on stream. So I'm gonna try not to kill your ears or mine. So you know, we're just gonna go through that as we can. Oh, that's some damage. All right, all right. Yeah. 難なくここまで撃破して、これが最終フェーズになります。真ん中で盾持ってるやつは、攻撃ガードする敵で、何回か攻撃を当てることで、そのガードが解除されて、出してる下ですね、下の方を攻撃することでダメージを与えていきます。結構苦戦しやすい敵だなと個人的には思うんですけど、難なく撃破していきましたね。これで、無事、炎の魔法の方も、取得しました。これで、スピードランに必要な魔法は全部揃ったので、これから、各ステージの方を攻略していくような流れになると思います。ちょっと1個枠が空いてるんですけど、ちょっとよくわかんないですね。で、デスルーラの方を行いまして、ワープしますと。で、ここから、3体のボスを倒していくんですけど、その正規の順番でなくて、これが、失われた墓地がステージ1だったら4つ目ぐらい、ボスで言えば3体目ぐらいのステージなんですけど、そこから4、3、2みたいな感じで、正規の順番とは逆順で、ボスを倒していきます。で、まずはさっき、ワープゾーンを開通した、4つ目の、ステージ4に当たるところですね。で、そこのダンジョンを攻略していきます。で、次のところに進むためのエレベーターを起動させるため、各地にある、今1個目がついてますね。食台の方を、灯していきます。Yep, that's really about it. If we have anything more to say, any more, donos, messages, anything for the marathon, support Alzheimer Fund and everybody. So, anything else, Tim? 好きあらば、ズームを使って進んでいきますね。
Foxy, I heard you were collecting some round spherical soul balls. で、2つ目の宿題もつきました。あと2つですね。Thank you very much, Thank you so much. Thank you. We've received $11.25 from Paulister. Let's see Cuphead. Thank you very much indeed for that. Oh no. で、赤い鍵を回収しまして、I think that's probably the first time I've done that, which is funny, but no big deal. Yeah, and one reference I want to point out really quick, just while we're in this section. So, Foxy's basically trying to light the 4 flames right now, so he's going through Castle Lockstone. この辺は、And this is another one of those moments 通常時と同じような攻略になりますね。 basically get you to the final area with the boss. So I just the designers put so much detail not only into the writing but into the references in this game. You really should check it out. Yeah. So there you go. I'm a Zelda nerd. I had to mention it. で、もうエアローリングキャンセルとか使っていって、もう乗り越えたりしていってますね。で、ここはその弓矢が、壁を貫通するのとかを利用して、ちょっと短縮していって、これも食材が画面外にあるんで、それを遠くから撃って、3つ目の食材もつけていきました。Good luck, runner. And since you seem amused by these bird sounds, I give you a honk honk. Yes. で、最後の宿題ですね。 Thank you very much. Please donate with your favorite bird noises. Oh no, please don't. Oh wait, no, but ¿Cómo va? Tim, your dramatic readings of them are so amazing. 崩れる足場を進んでいきま You して、 started it, Tim. I don't know what to tell you. Well, nothing to do with me. アンブレラに持ち替えたな。 You're too brilliant a donation reader. いや、4つ目の食材をこれでつけましたので、先に進めるようになりました。 We've received $25 from Anonymous. で、セーブ&リセットでゲートの前に戻ってきまして、で、エレベーターが起動しているので、それに乗って次に進みます。 Everybody doing the runs. We're here to raise money for Alzheimer Fund and let's get those donations in. Yeah, yeah. Thank you. You'll notice a lot that I'm quitting out as I do a heavy attack for the daggers. That's simply because by storing the acceleration that we get from them, we can just go fast. So yeah, that's the whole zoomy で thing.、ここのソウルも回収して、 So nothing big there. So now we're actually getting up to like some story exposition. Basically, this is a nice little like どうしようかな。 refined area before we start the. この辺はあんまり喋ることがないんですけど、どうしようかな。そうなんで、このカラスがダンジョンを攻略してるかについてちょっと話しましょうか。ストーリーはどんどんスキップされていってるんであれなんですけど、話と流れとしては、主人公が買ってこいって言われたソウルがその灰色ガラスっていうガラスに分取られたところまでは説明したんですけど、それがなんやかんやあって、スキップされてるんですけど、そのソウルが死の扉って呼ばれるところの先に行ってしまって取れなくなりましたと。で、灰色ガラスの話によると、その扉を開けるにはそのジャイアントソウルっていう、名の通り巨大なソウルを集める必要があるということで、そのジャイアントソウルを持つ各地のボス、3体のボスを倒しに行っているっていう流れになります。なんやかんやの部分は、実際にプレイして確かめてみてください。で、灰色ガラスも同じような理由で、死の扉の先に行きたくて、でも置いてしまってて、自分では無理なので、代わりに集めてきてくれって言って、頼んでる感じだったと思います、確か。リーパーは実はその仕事場にいるときは多いな、今不老なんですけど、仕事をしているときだけ寿命を消費しているみたいな設定がありまして、灰色ガラスはその仕事を完成できずにずっと時間が経っちゃってるため、老けちゃったっていう背景がありますね。とか言いながら、古い物見の塔を禁じられた領域境界線までやってきたんですけど、今見たように、そのヤローリンキャンセルを使って、本来はいろいろ回り道して進んでいって、スイッチとかをして柵を下ろしてみたいなことをするんですけど、屋根の方を登っていっちゃって、
まあ、進んで、どんどんショートカットの方を進めてますね。で、ここもちょっと角度をうまく調整して、ローリングキャンセル。で、すごいですね。で、ここで、まあ、ザコラッシュみたいな感じで、まあ、団体戦になります。ここは、そうですね、床が凍っていて、滑るので、結構カラスの操作の調整が大変だっていうのと、あとは、その出てくる敵が、遠距離攻撃持ちの敵が多いので、ちょっと思わぬところでダメージをもらったりとかして、なかなか大変なエリアではあります。And then, as Ruby mentioned earlier, a lot of these. Oh, there we go, getting hit again. So oh, almost got hit again there. Damn, need to stop. All right. If I reflect back these projectiles, they do double the damage of what my like. And then God, this ice, man, it's so terrible. All right. Can I please stop zooming around? This is not what I want. 割とスムーズに倒せていってるかな。There we go. This is fine. まあ今、火吹く敵がいたんですけど、それも倒したので、もうだいぶここは大丈夫かな。これが、ラストかな。ハンマー持っている敵は、遠くにいるときは、なんか投げ物を投げてくるので、それにも気をつけつつ、しょっていきます。Their hitbox is so insane. They have shields that they start out with. Their damage output is insane. So just having to take on two of these guys at once is bizarre. But hey, he took it down. このエリア、ノーミスでいたのは、なかなかっていうか、かなりすごいんじゃないですかね。ちょっと、素人意見なんで、あれですけど。And now we're getting into Betty. Now we're getting into Betty. We're getting into our first boss fight finally. で、 So I'm gonna go ahead and reset here real quick. それから、ボス戦の方を行っていきます。まあ、本来は3体目のボスなんですけど、まあ、1回目のボスになります。We're speedrunning here, boys. Wait, what? What? This is a speed run? Oh my god. Oh my god. All right. Betty. ベティちゃん戦ですね。基本的には、足元にいれば攻撃を食らわないので、まあ、うまく足元にひっついて攻撃の方を行っていく感じですね。Then he's going to do a heavy charge. That way he can get the additional damage output. But it's basically just going to be a sequence of that over and over and staying as close to her as possible to get all of that damage in. Occasionally he may have to dodge. Let's go. お、ローリングを一回もしなかった。すご。まあ、さっき殴ったり、雪玉を下ろしたりする以外に、まあ、ローリングの攻撃をすることがあって、まあ、それが起きると、まあ、結構時間を捉えたりする感じなんですけど、一回も起きずにスムーズに倒せたので、かなり早いタイムで倒せてるんじゃないかなと思います。で、ベキの弔いがありまして、仕事場に戻って、次のボスを倒しに行きます。あ、そっか、その前に、1個目のジャイアントソウルを入手したので、ここで、扉の音の面会イベントがあります。World's best lord and canonically non-binary. The entire game uses they them pronouns for this, which as a non-binary. こいつが扉の王で、そのリーパーとの関係的には、なんですかね、リーパーたちとの雇用主って違うな、まあ、リーダーとか社長とか、なんかそういう立ち位置じゃないかなと思います。あ、褒められてますね。カラスがぐるぐる回ってますね。なんかズーミーを
して、そのイベントの方に突入すると、そのカラスがくるくる回ったりするみたいです。普通は止まってるんですけど。Cool. Name drop. Let's go. Credits. Credits. Cool. Credits roll. Yep. Runs over. Time. I'm kidding. Don't do it. All right. All right. I'm just kidding. I swear. All right. 来まし So て、 now we pop back in. Chandler, the handler, is the person we met in the first part, and he's like, "Hey, why the heck 強さ don't を you have your soul? 2から Why are 3 you に going around running doom 増やしま over した。 blood? That's not cool." Whatever. So we pick up from. It helps also like we take the specific route that we do. で、 because the bosses 次のダンジョンに like 向かうんですけ very ど、 specific amounts of health. That is 失われた to, you know, just avoid. 遺 I'm 跡 not から gonna do this arc because I haven't been super great at it lately. That's fine. 次のダンジョンの方に向かうので、 But also because of how we do そっちの damage, like it just ドアか helps ら out that we 食台に火をつけて、 absolutely 桃を下ろして annihilate the other bosses with how much you know basically strength we have. 進んでいきます。 Yep, nothing too crazy here. We're going down into the swamp area. Hey, did anybody mention Miyazaki? More or less. Oh, dang it! 失われた遺跡じゃなくて失われた墓地ですね。 I'm just not a god gamer. I'm sorry. で、ここに食台に火をつけると、 I beg to disagree. Thank you very much. Speaking of Miyazaki, weird means of transportation. Weird means of transportation. The Yeah. rhino 乗り物台が伝ってやってくるので、それに乗って運んでってもらいます。 What's going on? He's yoked. He skips leg day. You can obviously tell. So because look at those legs, they're itty bitty. It's like, was this like a crash game or something? All right. So okay. So で now we're going into, ここが生い茂った遺 like 跡 the ですね。 swamp area of the game. 先ほどの we're gonna have to skip the next 失われた墓地が、 because, まあ、 one, ステージ they suck 1って言うなら、まあ、ここは2体目のボスがいるところなんで、まあ、ステージ3って言ったらいいんですかね。まあ、そういった立ち位置の場所です。ここはちょっと大きいブリッジが一つあります。このツタのところで登った後、キャンセルローニング違うな。AR 種を使って、あ、失敗した。エアロンリンキャンセル使って、その枠の外に出まして、枠に沿って歩いていって、まあ、あるところから右の方に進んでいって、マップから落ちると、このように一気にスキップすることができます。本来は生い茂った遺跡のイベントをこなして、まあ、今降りた場所がキノコのダンジョンってとこなんですけど、そこに突入して、そこでイベントをこなして、またボムっていう魔法を入手して、まあ、ボムで破壊できる壁を壊して、まあ、さっき落ちたところまで行くんですけど、まあ、それら全部スキップしたって感じですね。なので、ダンジョン2つ分か、丸々スキップっていうような感じになります。I said it was my last donation, but sorry, I can't stop donating. Let's go for 100k. で、今いる場所は、水没した鳥でカエルキングの領地で、このステージのもう最終ダンジョンになります。まあ、今道中にある赤いスイッチみたいなのを押すと床が現れるので、まあ、その床を乗っていって、まあ、道なりに進んでいくような感じですね。で、ここも本来は柵を下ろさないといけないんですけど、Anyway, and one of the great things here that Foxy mentioned earlier is basically with this statue of the King of the Swamp, we're actually getting an idea and a little bit of insight into how the boss fight works. So basically, he's going to have a mace just like that with a similar ability of just rebuilding the blocks around him. So if Foxy needs it later, then that may be something that we see in a little bit once we actually get to the King of the で Swamp 進 fight. んでいきます。We're coming around to the last little portion before we, for the first time, meet the King of the Swamp. He's a very で、 funny ここも dude. He talks like a, を I don't know, like a British スキップ gangster, し I て guess, い in き some ま ways. した。 It's very Cockney. He's very Cockney, yeah. Yeah. All right. All right, so, で、ここでちょっと this, archer grunt's カエル like, キング "Yo, の hey, イベント you があ need り to ま get す。 out, dude. I'm gonna call our boss, and yeah, you're done now, and he just gets sat 侵 on. 入者が来たっつって、 He gets plopped right on. キングを呼んだ So, ら、 yeah, he makes fun of us. 踏み潰されたと。 This dude's like, hey, で yeah, 今、 you probably listen to 水色に this, 光ってる but 壁があるんですけど、あれは本来、そのボムっていう魔法を使って、まあ、壊すことができる壁になります。で、今回はそのダンジョンスルーしちゃってるんで、もうボムっていう魔法が手に入らないんですけど、じゃあどうするかっていうと、今やったみたいに、そのフックショットを敵に当てたりとか、
that sort of thing. All right. まあ、やらローリングキャンセルとか使っていって、Clear out these grunts real quick for ease of traversal. Grab this boy for a まあ、 very 棒 simple なしで sequence break. You can 進ん do でい that くような again. 形となりま We す。 have that. Okay, so we don't have a grunt here. I gotta watch out for this little projectile, otherwise I might die. And then, bam, we're up. Okay, let's see if I can get this. So if you watch the GDQ run with Scrublord, he showed a lot of こ the こ stuff も by マウス操作に切り替え a て、 skip with 先にいるその弓兵 It's really に、 RNG based. まあ、フックショットを当てて移動したい、させたいんですけど、位置が良くないですね。That archer, how did I take damage? どうするのか Push な。 that archer in a way that you want, more or less. There we go. Push that archer in a way that we want, and it just didn't happen for me. So we're going to do the same thing we did earlier in the ceramic manor, or the estate at least, and we're going to push this archer. これはダガーを入手するときに使った方法と同じ方法をしようとしますね。所定の位置に移動して、矢の上に乗って、まあ、そこから縁の方に乗って、まあ、移動する感じです。で、ここは結構難しいところで、魔法使い、まあ、今、リパの右の方に置いてる魔法使いを、その左側の行きたい先に誘導していって、それに対してフックショットを当てて、飛び移るっていうような形を取ろうとしてます。No! Oh, I got hit. Okay, that sucks. It hit the. Oh, maybe. Maybe. Oh, damn. あ、ちょっと炎の魔法を使ってうまく押し出したんですけど、ちょっと間に合いませんでしたね。Anything from the crowd? Anything from the tremendous people out there giving us money? ある程度は魔法使い君に自力で近くの方までワープしてもらわないと、そこから押し出すのもちょっと難しいかなと思うんですけど。お、いけるか？あ、いけましたね。これもう一回やるのかな。あ、それはスイッチを押しにフックショットでいけるんですね。あー、やられちゃった。今見えてたプランターに種を植えて回復すればまだワンチャンあったんですけど、ちょっと叶いませんでしたね。Amazing run so far by Foxy. Keep it up. Also great to see the world record holder Anders on commentary, who totally did not play this game for the first time 2 days ago. Very exciting! Don't shout me out like that. No. あー、 Thank you, ちょっ Mogola. とありがとうございます。ARC、 Very good friend. ヤローリンキャンセル自体結構その実行後に硬直は長いので、まあそれでちょっと間に合わなかったみたいですね。It's a really welcoming community, and there's if you like speed tech, like everything I'm doing here is like fairly simple, and like I could teach it to you in 10 minutes in the practice room if you were really interested. But some of those other tricks 先ほどと同じような同じルートで進んで、まあさっきの、ああ、そっか、もうスイッチを押してるから、ここはもう誘導しなくていいのか。よかった。で、ここで団体戦を入れます。You use seeds. I just keep getting smacked. You use these seeds to like put in pots. ここもその水に落ちちゃう危険があるのと、遠距離、そのさっきのブーメラン、このブーメランだったり、魔法使いだったり、遠距離攻撃を使ってくる敵が多いので、結構大変ですね。もう早速ダメージをだいぶ食らっちゃったんで、プランナーの方で回復を1回挟んでますね。Estus, but definitely different enough that like it feels refreshing. So yeah. So a lot of this is just an arena. If we have a dono as I wrap this up, which is this is the most like chaotic I've been done with this arena in a very long time.
ブーメラン持ちと、あと、外側に弓兵を優先して倒したいんですけど、うまく倒せましたね。あとは、これらだけでかな。いけましたね。ですね。今、団体戦終わったことで、さっきの柵が降りて、スイッチを押せるようになったので、スイッチを押して、ボス戦に移ります。ここのボスなんですけど、ちょっと名前が結構独特で、とっても長いんですよね。で、ちょっとこれから読み上げるので、ボスの登場シーンの演出を見ながら聞いていただきたいなと思います。ちょっと英語版はちょっと訳せなかったので、日本語版での名前を読み上げますと、沼地の王、水没した砦の守護者、自治領の王、自ら調査した電磁物の支配者、人々の擁護者、5つの誓いを守る者、家名を継ぐ者、他の家の家名も継ぐ者、ミドルネームを慈悲もない、自らの正当な当時に疑いを挟む者、そして機嫌な目で自らを見つめる者を破壊する者、敗北を食らい、無償者を飲み、どっちつかずの者を丸飲みする者、怒りの鉄を下す者、最も素晴らしき恩恵の泉、この者とそのメイスに栄光あれ、ガマガエルに聖なる自力を食らわせる者、カエルじゃないよ、ガマガエルだよ。でもガマガエルってなんだ、カエルの方が可愛いよな。あらゆる土地で最も賢い生き物、アインシュタイン野郎と同じぐらい賢いがもっとハンサムで、文字数ですね。もう読み上げてる間に第一形態が終了してしまってるんですけど、ちょっとめんどくさいので、以降はカエルと読みます。第一段階は床下から飛び出てるので、うまく背中に回り込んで、鎧の紐を壊すっていうような流れで、2つ目は、第2形態の方は、その床のタイルを破壊する攻撃をやってくるので、足場に気をつけながら攻撃の方を入れていく感じですね。大丈夫か打ちちゃった。Once that happens, then Foxy wants to make sure to avoid falling into the swamp, since as you can see with every one of the King of the Swamp's attacks. ちょっと床が破壊された場合は、カエルの背中にある、武器を、弓矢とか炎の魔法で、やられちゃった。That was the one that surprised me. Can we get an ESA chant going? Please and thank you. 背中の武器の方を攻撃してやると、壊れた床が回復しますので、足場が少なくなったら攻撃していく。武器を攻撃していくという流れになります。With this fight, basically what's going to happen, like we said before, he's going to be taking out the armor of the King of the Swamp, and with every block of the arena that the King of the Swamp hits, it's going to break away and could cause Foxy to lose some damage, lose some time by falling in. ちょっと一回落ちちゃいましたけど、第1形態終了で、第2形態ですね。To just do as much output damage as is humanly possible by getting really, really close. And the great thing about this particular fight is if you can place yourself like really, really specifically in this arena, that ちなみに、このスピードランでは、ボムっていう魔法を持ってないんで、全く関係ない話なんですけど、今やってる吸い込みのタイミングで、ボムをカエルの口に向けて投げると、それを飲み込んでしまって、爆発してひるんでしまうっていうのもあります。このひるませるっていうのは、ディスズドアの実績の一つにもなってます。And he should die basically right now. No, また吸い込まれた。結構危ないけど、いけるか。There it is. いけましたね。観客席からコールが。I'm so confused, but I am loving it. I just got a double thumbs up from Hollister, so I have a feeling that was, y'all are beautiful. Yes, y'all are wonderful. Can I? これで、2代目のジャイアントソウルを
2代目のボスを倒して、2個目のジャイアントソウルを And now we're headed 取得 towards し the まし first た。 boss in the game, Yes. who ends up being the final, で、 or the final one of the main three giant 仕事場 souls, に and then we have 戻 two ってき others ま that し we'll て、 take care of later on in the plot. ここでまた強化挟むかな。 Great, and I hate myself. そうですね。 Not really. 強さの方を3から4に強化しま I think す。 that's the one thing that is kind of sad with like it'd be fun to do more runs with the like fight all the bosses with the umbrella, but then at that point it's just kind of like an extended let's play. So it's a lot more fun De, to actually to- show the strats. So now we're back in the ceramic manor finally. We haven't touched it at all. We have to take a tour to get a key. And that's really about it. Otherwise, we're going to say bye bye and miss all the little story. ちょっと言葉が出なくなっちゃっ That's really た。 about it. So, you got time for some えー messages と、 here while I go grab this key. まあ、なんていう、まあ、本来、今、攻略してるダンジョンが、本来のルートであれば、2ステージ目、本来は1体目のであるボスをこれから倒しに行きます。で、まあ、本来は、ここのギミックをいろいろ攻略していく流れがあるんですけど、流れがあって、その後、炎の魔法を手に入れて、今の食台のギミックを稼働させて、今行っている地下の方に向かうっていう流れなんですけど、炎の魔法も持ってるので、鍵だけ取って地下の方に行きます。このリフトは、まあ、攻撃すると、まあ、移動するっていうものですね。まあ、この辺は道なりに進んでいくだけで、特に何か大きいショートカットとかがあるわけではないですね。Amazing. Okay, Tim Amazing. deserves Glad we got to that call one. back to that. Beautiful, Tim. Beautiful. Way to kill it. Getting to hear it twice. Getting to hear it twice is it's a treat. So, two very beautiful renditions. All I was going to say is watch out if you're non-committal because you don't want to be guzzled. That is my absolute favorite line from that. で、地下道を通っていって、hit this furnace with the flame spell while we talk to Gam Gam, who has absconded her これが、まあ、 green goo. Why is it green? 壺の魔女っていう、 Oh, yeah. まあ、最後、まあ、 Yeah. We haven't seen him in a We haven't while. seen him 本ルートでは最後のボスになります。 Nothing really too much to say about that. Don't need to do a zoomy here. All right. で、さらにダンジョンの奥の方に進んでいきます。ここは、ギミックとしましては、炎の魔法を、今のようにかまどに当てることによって、そのリフトだったりっていうギミックを稼働させながら進んでいくような形となります。I haven't learned it since I've been in the EU for the past like 3 weeks or 2.5 weeks. I don't know. It's been a while. ここも基本的には道なりですかね。Time is an illusion. And so, yep. So we're going to continue on a little bit forward. We still have a good skip to show you that uses arcs in a fun way and kind of gets to show off a lot. ここもまあまあ大変なポイントですね。 And just places you can put yourself. 自分が攻撃できない範囲から飛んでくる大砲の攻撃を避けながら、敵を処理していくっていうところになります。緑の煙幕は、まあ、長い時間そこにいるとダメージを食らってしまうっていうものになります。難なく超えましたね。We're almost to that skip. Any last thoughts, Tim, before we get going? Oh, I do indeed. We have received $100で、from GG Butter. ここはどうするかな。 ESA. Well, ESA loves you. Thank you so much indeed. And $25 from Marvin without any comment. Remember, all your donations go towards Alzheimer's. ちょっと悪いことをして、Folks, let's keep it up. Let's get those donations coming in. 左側のところに乗りました。乗って、その今画面外にあるところにあるかまどに火をつけます。これで、本来回り込んで、一回回り込んでからこのかまどに火をつけるんですけど、まあ、それを丸々スキップできました。
It's mostly on PC right now, but at the same time, we don't have a lot of console runners. But don't be afraid to run the game on console. It's available on every console. サーフェイススキップっていう技らしいです。ありがとうございま Really, す。 it's only about an 8-minute difference, and we're still working on ways to do the mouse and keyboard skips that we use. So if you're someone that is very interested in learning that, like we would love to have you, because I would love to give up the keyboard for this で game. あとはもう道なりに進んで、ボスですね。 Grandma is very cross with us despite having アップゲードを起動しまして、壺の魔女、グランマ戦ですね。 I don't know why she calls us a little shit, man. I mean, come on. So rude. Like, I mean, we are trying to kill her and reap her soul, so I mean, I feel like it makes you know, sense. when you put it that way, but you know, she's been alive for so long. You, Yeah. you can't cheat death always. Come on. Like, and then her grandson's just in the background. But yeah, so this fight is gonna be just absolutely so quick. If I'm able to get it just right. やってくる攻撃方法としては、 Basically, if I can help it. So. ワープして、紫と緑の壺をポイポイ投げてくると。で、緑の方の壺は割れると、緑の玉みたいなのを出して、主人公の方に追尾してくるんですけど、あれを跳ね返すことができて、うまく魔女に当てればダメージソースとなります。で、何回か壺を投げた後、自分が壺の中に入って、踏みつけ攻撃をしてきたり、こうやって弾飛ばしてきたりします。おー、あの弾跳ね返せるんだ。あれは知らなかった。弾を跳ね返してダメージソースにして、難なく撃破しましたね。ちなみに弾を出す攻撃をしているときに火の魔法を、炎の魔法を壺の穴の中に入れてやると、中にいる魔女が燃えてひるんだりとかっていうのもあります。これも実績になってます。これで3つのジャイアントソウルが揃いましたので、灰色ガラスの待つところに向かいます。灰色ガラスは、失われた墓地だ。墓地にいるので、所定の場所に今から向かいます。Little last running section through the Lost Cemetery. Yeah, not much else to say. We're gonna meet, finally going to meet the person who bonked us at the beginning of the game, because apparently that didn't bother us at all. Going through it. So, yep. Last little bit. Couple more things. Sorry, Tim. I want to tell you to read a donation, but we're about to get into a lot of expositions. ビット王の傘縛りは、ここから傘に切り替えましたね。じゃあ、灰色ガラスの傘縛りでやるのか。Short purple and thank you for your donations. It's raining outside too, so we need to use it. All right, so this is the Great Crow. で、ここからちょっとイベントになりまして、3つのジャイアントソウルの方を、死の扉の方に送りまして開いてもらいます。Can you guess who is behind Death's door? Just random guess. It's not Rick Astley. He's right there. Yeah, it's not Rick Astley. He's right there. So, but that was a good try. It's hey, guess what? With the fanny pack and their beautiful, beautiful black hoodie and jeans, it's Death. We're gonna meet Death. We're gonna meet Death. What? Such a casual meeting. Yeah, what a concept. さあ、中に行くと何が待っているかと言いますと、Sorry. But basically what we find out in this section is Death had been reaping souls for generations and generations. 出てきました。死神さんですね。Yeah, look at the They're adorable. What's up? As is the Lord of Doors. Chilling. But you find out in this section that 本来、今、カラス、リーパーたちがやっている仕事を本来やらなければならない人ですね。で、今いろいろ話をしてるんですけど、今、これは、なんで死神がこの死の扉の奥にいるのかっていう話とか、あとは扉の王との関係っていうのが、関係性の話とかっていうのが語られています。
Because basically when they are created by the previous Lord of Doors, they are told they're 結構格の話なので、and well, he wasn't very happy. 気になる人は買って遊んでみてください。で、ここで、灰色ガラスが、その依頼のソウルを回収したいって言うんですけど、もうここに来たものは消滅しちゃってるので渡せないって言われてしまいます。で、もう灰色ガラスはもうすぐそこまで寿命が来てしまってるっていう状態から、精神的に狂ってしまって、暴走して攻撃してきます。で、今このようにバトルとなります。灰色合戦は、リーパーのカラス君と同じようにフックショット使ってきたりとか、あとは、突進とか使って攻撃してきます。灰色ガラスを攻撃したときに、打ち返し弾みたいなのを飛ばしてきまして、これが時期に向かって追尾してくるので、うまく立ち回り、避けながら、そうですね、誘導しながら攻撃していく必要があります。これも、今のように打ち返せるので、うまく灰色ガラスになっていればダメージソースとなります。で、ここから、微糖の内容である、忘れられた傘縛りでやってます。ダメージ倍率が、0.5 倍になってるので、その分、たくさん攻撃を与える必要があると。で、攻撃を与える数が増えると、打ち返し弾の量も増えるので、かなり苦戦が予想されます。hit these projectiles back as much as we can. It's just so long, and it's very random. Like the crowheads themselves spawn completely randomly out of the body. You can be hitting the crow, and you'll just get hit in the face by crowheads, and then you're just like, oh great. でも、もうだいぶ倒せましたね。うまく打ち返し弾を利用してダメージを与えて倒せましたね。多分傘縛りで言えば扉のよりこっちの方が灰色ガラスの方が難しいんじゃないかなって個人的には思うので、まずは縛り内容として1個安心かなって感じはします。で、なんか仕事場に戻ると、なんか帽子かぶったカラスが、扉の王が自分らにとっては悪いやつで、その支配から逃れようっていう話を、してるところでした。で、ここから、元凶で、元凶って言ったらあれですけど、扉の王を倒しに行きます。It kind of progresses as it goes, where we're going to learn the farther we go on in the fight, the more we're going to learn about, like, his moveset and those sorts of things, and it turns into, like, a very rhythmic fight just in general. So yeah, not much to say here, but he's basically just like, I'm not gonna go down to the fight. It's either you or me, bud. Like, mano a mano, you gonna die. And then we're just like, nah, dude, you're gonna die. Sorry. And the thing to note about this is most of the で、扉の王戦ですね。基本的には、主人公に向かって不良し攻撃を行ったり、こんな感じで、牛かな、牛を召喚してきたりとかします。で、一定量ダメージを与えると、ワープして、一回逃げます。で、ここは、アスレチックゾーンみたいなところですね。召喚される、牛を避けつつ、フックショットで、うまく移動しつつって感じのところです。で、一定量続くとまた扉の音の戦闘パートに移ります。今までは1回目は殴ってくるとかしかしなかったんですけど、ここからは
まあ、今まで戦ってきたボスと、まあ、似たような攻撃の方をしてきますが、体力が1位で大丈夫か。とりあえず、ここは超えましたけど、まだちょっと先は長いぞ。So, I have no idea what iron boots in a credit sequence would do, or why, but I'm definitely interested in finding out. あの牛みたいなやつ、ローリングで避けれるんだな。知らなかった。フックショットで避けれるのは知ってたけど、あんまり判定がないんかな。はい。3回目です。Okay, and a lot of this is just, like we said before, it's all a scripted fight, so Foxy's just going to be going toe-to-toe with the 火柱みたいなのを上げてきます。これは比較的避けやすい部類なので、まあ、ここは問題ないかなと思います。trying to make sure that nothing falls out from underneath you, and then doing the actual fights and going toe to toe. And one thing you'll actually notice that Foxy's doing as well is any time that he knows when a door is going to spawn at the end of one of the sequences, he just lands right on top of it. またアスレティックゾーンの方を進んでいきまして、 will just spawn you directly into the next side of the fight. So it basically registers you already standing in that space as you entering the door. 無事抜けたら、4戦目ですね。But it's fine. I'm gonna take my time here because this is the last fight. You've noticed basically that for a lot of these areas, やってきました。ああ、やられちゃった。That's fine. It's fine. It's fine. It's fine. Yeah, I did a real poor job with some of that 今の、initially, but it's okay. ここでやってくるのはさっきのローリング攻撃、まあ、ベティの時、ベティちゃんの時は使わなかったんですけど、あのローリング攻撃をしてきて、あれが結構避けづらいので、なかなか大変って感じですね。Just for me to see, just in general. My computer at home is fine, but we did a lot of like testing with like different like やられてしまったので、1回目の扉の応戦が終わった後のアスレチックのところからやり直しになります。Okay, well, I would like to make you aware that we do have our Legend of Zelda Twilight Princess language choice bid pool still open. And we have currently got $40 towards French, $62 towards Spanish, $145 towards English. このボム投げてくるやつも他の攻撃と合わせると地味に避けにくいかなって思うんですけど、まあ、問題なくいけましたね。And we also have that just mentioned Iron Boots in the credits incentive. $1,385 out of the $2,000 needed for that. So, and that one is only coming up in a couple of hours' time, folks. So you don't have a huge amount of time on that one. 3戦目ですね。So we would love to see what that means. Please get your donations in. 大丈夫だろうと Iron Boots on. Thank you very much. 思いますけど。Amazing. And keep in mind that ESA is going not only tonight, but also through tomorrow. There are a lot of really incredible runs and amazing runners who are still yet to come. So please keep supporting, keep donating. The goal for the entirety of the marathon is 体力3残しで and we're already at 62,400. いけましたんで、 If we can just make that final push on the final day, it would 多分大丈夫かなと思いたい。 So please keep donating, everybody. Like it doesn't end here. It doesn't end ever. So you know, donate as much as you can, and please help us get to where we want to be. And great incentives. Like I don't know, I'm super excited to. 4戦目の扉のまで戻ってきました。 So you know, put your money where your mouth is. And final sequence. So we're back where we ended the last time. So good luck on this. Thank you. Yeah. All right, we should be fine. Yeah, 3 health more than enough. I just had a bad fight earlier, so that's all right. It happens from time to time. All right. Come here, bud. I want you over here. いけるかな。いけそう。 There we go. And whoop. No, it's over here. Dang. あ、いけましたね。 I got that one instant door clip with the second arena, and now as we get to the last part, we're gonna be almost done here. Finally on the で、 home stretch. 4戦目が終わりまして、ここ最後のアスレティック が、クリアできたら、扉の第一段階は終了となります。まあ、この辺は、まあ、パターン決まってるので、
glad I survived. It gives you a 問題ないですね。 full, で、仕事場に戻ってきました。 before the literal last portion of the fight. So it's a tough game for sure, but it definitely does give you a break when you usually need it. So いよいよ、ラスボスになります。このラスボスを倒したら、タイマーストップになります。 the soul well basically to absorb its power. So he's debating his life and you know, all the other sorts of things. So he says he's never gonna die in a very metal way and very kind of creepy and scary. But yeah, so this is like if you want to turn up the volume here for this last little section, this music is so good. Like ラスボスっぽい演出で結構かっこいいですね。 And はい they are the last 最後の lord. They're the last 扉の王 one who refuse to pass 戦 on で the すね。 baton to another lord. 扉の王の実質第2形態となります。やってくる行動は、 Oh, and, 基本的には、 something else to keep in mind. So, these 先ほどの things that are 同時で coming 戦 out っ of the た doors right now, unlike the grandma fight, we can't 扉 actually の王と fight ほとん them. ど So 変わりません。 all the damage basically has to be done directly by Foxy. And there is one まあ sequence 振り返 in る the と、 midst of all of this, the laser that ま much like the あ laser 各 that と we ころ saw でやってき earlier た on in the game, as long as he 攻撃 rolls と、 through it, あ he'll と be は able to dodge 今 just やってい fine. る So that's ビー not ム攻 something 撃です really to ね。 be concerned with. It's just a matter of the other parts of the fight and making sure to dodge. ビーム攻撃やってきたら、机をうまくやって誘導していきます。 That was lucky. I don't know how I missed that. You got this. 今出た白い杭みたいなのが出たのは、あれは、カラスの移動を制限する Thank you. やつです。連打で解除されます。お、コールが観客席から。 He's so close. さあ、だいぶ体力も削って、残り体力は2だけどいけるか。 So close. You are keeping up. Thank you so much. He has so うま much. く攻撃避けきってるのでいけそう。いけそうだな、なんか。 Come on, let's go. Dang. お、 There it is. これで無事倒しまして、タイマーストップです。GG でした。 Thank you guys so much. いやー、すごかった。 I would do a lap, but I feel like that'd be really excessive. ボクシーコールが Oh, get Jeffy. Get Jeff. Yes, Oh yeah. yes, So we told me to remind you. I have a 流れてますね。 you guys. We're gonna go get a good friend. But as I'll just do this as I'm doing shout outs and stuff. So again, shout out to the Death Store community. Y'all are wonderful, and it's just like such a good community that just これはエ puts ン so ディング much を time and effort まあ into 単に just breaking this game down to its core. So キャン really, キャンセルしただけですかね。 Scrublord はい and スキップはできない何かので。披露されるものが you guys are absolutely amazing. あるんですか Other ね。 than that, anybody who's どうでしょう。 just had a ビ good time. ット Like, I love speedrunning just because と I か want に to は do it, な not because かっ it's supposed to be like a huge た thing. ですけど、あ、でも何かですね。 I'm really はい happy。to be here at し ESA. そうですね。 Thankful for everything. I guess Ruby, any shout outs or Anders, either you? 予定時間より6分ほど早く終わりました Want の to learn this で、 run? But 何 I'm か a friend of Foxy's, a Shadow of the Colossus runner. If that's グリッチ集とかですか free to ね。 come by my Twitch chat. Otherwise, definitely get involved with the Death そ Store うかもしれません community. ね。 Like Foxy said, it's an amazing group of people and a really incredible game. You should definitely play this if you ever get the chance. Yeah. Yeah, I'll shout out Jeff and Mongola. Good friends of mine and Foxy. Yep. So this is Jeffy, by the way. He's a squid that you meet who talks about bipeds and stuff. But if you turn up your volume really high, every time I roll, you hear. あ、 And it's これ really, は I don't know. It's just funny. So I hope you guys like Jeffy. You take him 名 around 前 a なん little だっけ backpack ride 忘れ throughout ちゃっ everything た。 else. このちゃん。 Yeah, that's Jeffy. But that's it for me, guys. Thank you. Well, let's hear it for そう、ジェファーソンです。 That was absolutely amazing. Thank you so much. Very quickly, we've got $50 anonymous donation without any comment, but thank you so much. It all goes towards Alzheimer Fonden. Okay, we are going to be going to a quick intermission, and the next run will be coming up very shortly. これクリア後のジェファーソンを Here as well.
運んで石板もらうやつをやるのかな。 Thank you so much indeed for your amazing donations, everyone. It's been an absolute pleasure this evening. And stay tuned. We're heading towards that 100,000 target for Alzheimer Fondant. 6分とかでは収まらない We'll be back after this と思う short けど。 intermission. 終わりましたね。はい。 100% of the proceeds during ESAwinter 2022 will be donated to Alzheimer Fondant, ジェファーソンの紹介だけやって終わりだったって感じですかね。なるほど。では、解説のほこたてさん、何か今のうちに宣伝、紹介することとございましたらお願いします。そうですね。僕の紹介はないんですけど、今回は正規のルートでやってないのであれなんですけど、実際正規きちんとした形でやると、ステージのギミックの触らせ方とかボスデザインとしてをはじめとした難易度調整とかがかなり秀逸で、またストーリーとか世界観の部分でも、プレイヤーをゲームに引きつける力のある、とても、丁寧に使えたアクションゲームだなと僕は感じました。なので、これ見てなんか興味が出たっていう方は、ぜひこのゲーム買ってプレイしてみてほしいなと思います。以上です。はい。僕からも、僕は一応前作ですかね、一応。タイタンソウルズとかもプレイしたことありますので、あちらもね、なかなか面白いゲームそうですね。あちらもかなり面白いゲームなので、あちらもプレイしてみてほしいですね。クリアまでの時間もあまりかからないお手軽なゲームですので、そうですね。ぜひ興味を持った方はプレイしていただければと思います。では、以上でよろしいですか？はい、大丈夫です。はい。では、この2本のタイトルですね、ソーラーアッシュと、デスゾアの、解説に来ていただきました、ほこたつさんでした。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい。それでは次のタイトルの準備に入りますので、しばらくお待ちくださいませ。What's your favorite moment in your own speedrunning history? So I'm the only person who's ever got a Foxhound rank in Metal Gear Solid 3 European Extreme whilst wearing the tuxedo in every single room. When I first started saying I was going to go for that run, a lot of people thought it would be too difficult and it wouldn't be possible. Previously, it'd only be done in multi-segment, so I put like 500 attempts into it, and when I eventually got it, I think that's the most important moment. How large is your speedrunning pile of shame? Sometimes I think about it and it just terrifies me because there's just so many. Learning a speed game to a high standard is such a huge undertaking, massive amount of work. I've been playing Metal Gear Solid 3 for like probably the last 1.5 to 2 years, and that entire time I've been talking about other games that I'm going to run and haven't touched a single one. So it's like, you know, 1.5 years worth of just talk. It's so big. On a scale from 1 to 10, how much do you hate RNG? I specifically run games that don't have a lot of RNG. Not that runs with RNG are bad for everyone, but for me personally, I don't want to roll the dice on whether I get a good time. I want it to be all based on execution. So in my run, the only instance of real RNG that affects it is during the Fury fight, which is coincidentally the hardest fight in the game. Which speed trick would you like to have in real life? Saying God mode would be like the most sociopathic thing ever, wouldn't it? Infinite money cheat, that would be handy. How many no reset runs have you reset so far?
it became like a bit of a joke because I would always put my stream title as no reset run, and then I'd be like, oh, Metal Gear Solid 3 no reset runs, and then 8 minutes I'd make a mistake and I'd be like, oh, okay, forget the title, I'm gonna reset. So thousands. Enjoy the rest of ESA Winter 22.